習世紀モビルスーツ、モビルアーマー解説。まだまだ続くよ。次回、機動戦士後付け。君は、子さんの涙を見る。皆さんこんにちは。ゆっくり解説のレイムです。解説のマリサだぜ。今回は、復讐のレクイエムに登場した、ザク2の解説になります。主に、レッドウルフ隊の隊長機である、ソラリ機の解説をするぜ。要は、ザク 2F 型の解説よね。そうだぜ。F 型については以前解説したので、今回は追加された設定などについて、解説するぜ。なるほど。復讐のレクイエム版ザク 2F 型。ってことね。そういうことだな。では、そろそろ、MS06F、ザク 2F 型、ソラリ機の解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、MS06F、ザク 2F 型、ソラリ機になります。ソラリ機は、ジオン公国軍モビルスーツ部隊、レッドウルフ隊の隊長機になるぜ。これが復讐のレクイエムに登場した、ザク2なのね。そうだぜ。ジオン公国が一年戦争に先立ち、極秘に開発したモビルスーツ、ザク1の発展機がこの、ザク2であり、その中で対角装備をなくして、量産に特化した機体がこの、F 型になるぜ。初期の C 型は、核武装を使う前提だったのよね。そうだぜ。その後南極条約の締結によって、核兵器の使用が禁じられたことで、不要な対角装備を取り除いて製造されたのが、この F 型で、装甲は、多重空間装甲から、複合装甲へと変更され、対角装備をオミットしたことで、機体重量が軽くなったぜ。まさに汎用機として、完成したわけね。そうだぜ。ミノフスキー粒子という特殊粒子が散布された戦場では、レーダーが通じなくなるため、粒子界戦闘を念頭に置かれたザク2は、初戦において、絶大な戦果を上げたぜ。ルーム戦役では、モビルスーツの強さが発揮されたしね。そうだな。今回解説するザク2のパイロットも、ルーム戦役で戦果を上げた、イリア・ソラリ率いる、レッドウルフ隊の機体だぜ。広告軍では、エース級のパイロットには通常と異なる、カラーリングや改造を施すことが認められており、ザク2には数々のバリエーションが存在するぜ。今回解説するザク2も、その一つってことね。そういうことだな。では、ザク2ソラリ機について、詳しく解説するぜ。ソラリ機は、一般的に言う、隊長機と呼ばれるもので、隊長機は、通信用アンテナを頭部に備えているが、ソラリ機の頭部アンテナは、通常よりも多く取り付けられているぜ。デュアルアンテナは珍しいわね。一応デザートタイプでは、ダブルアンテナタイプが存在するな。他にソラリ機は、カラーリングとシールドの並走が特徴的で、レッドウルフの特徴である、赤いスパイクアーマーが装着されているぜ。こいつの型は赤く塗らねえのかい？貴様。塗りたいのか？冗談だよ。肩部に取り付けられた、ショルダーシールドは、敵戦艦への突入時、被弾面積を最小限に抑える、突撃態勢を取るために、片側のみに装備されており、実体弾による攻撃を、ほぼ防ぐことが可能だぜ。ビーム兵器でなければ、防ぐことが可能ってことね。そうだぜ。さらにシールドの先端には、3連装マシンガンである、シールドガンを装備。兵装としては、ザクマシンガンを使用するぜ。この兵装は、基本的な構造は、人が使うものと大差はないが、そうであるがゆえに、生産、メンテナンス性に優れ、一年戦争を通じて大量生産され、広告軍の躍進を支えたぜ。広告軍モビルスーツの代表的な兵装よね。そうだな。代表的な特徴といえば、物合いもそうだな。様々なレーザーやセンサー、カメラが格納されている。ザク系の目と言えるのが、物合いで、その特徴的な弾丸は、対峙した地球連邦軍兵士たちの多くを、震え上がらせたぜ。光る物合いには恐怖したでしょうね。近距離戦用の兵装としては、ヒートホーク。刃の部分を高熱発光させることにより、通常兵器であれば、たやすく切り裂くことができるぜ。さらにこの兵装は、マシンガンとは異なり、弾切れの心配がないため、多くのパイロットに愛用されたぜ。なるほど。
この空力は、独特のカラーリングと、頭部アンテナの増設、シールドの武装が特徴的ってことね。他には、狼のモチーフとして、足に爪のペイントが施されているぜ。空力は、パイロットの技量により、これまで数多くの戦果を上げてきたぜ。さすがは、ザク2って感じね。そうだな。ザク2を開発したジオン公国は、長きにわたる地球連邦からの採取に抵抗し、独立を宣言したぜ。宇宙で始まった戦争は、やがて地球に舞台を変え、多くのモビルスーツとパイロットが、地上へと降り立ったぜ。それがレッドウルフ隊であり、この空力なわけね。そういうことだな。クルジュナポカ基地奪還作戦で、地上に展開する機甲部隊を援護するために、空力は、レッドウルフ隊を率いて、ガウから空挺降下し、対空砲火にさらされながらも降下に成功して、61式戦車を蹴散らす活躍をしたぜ。おお、まさにエース機、いやエース部隊ね。しかし、その夜に現れた、ガンダム EX の前では、なすすべがなく、空力は、脚部をビームサーベルで切断され、戦闘不能になったため、パイロットは機体を捨てて、脱出しているぜ。まさに、白い悪魔だね。その後は、ガンダム EX との戦いで機体を失ったために、ジャンクパーツを組み合わせて作成した機体、MS-06RB、無識別型ザク2に登場しているぜ。この機体もいずれ開設予定だぜ。そして、この戦いの結末は、ネットフリックスにて配信されている、機動戦士ガンダム、復讐のレクイエムをぜひご覧ください。なるほどねー。これが、ザク 2F 型、空力なのね。今回の解説いかがでしたか？他のレッドウルフ隊の機体については、解説の予定はないぜ。兵装が違うとかだろうしね。そういうことだな。ただ、F 型については、今後解説動画を作成予定だぜ。最新版 F 型解説動画ってことね。そうだな。復讐のレクイエムに登場した機体は基本的に、今まで解説したモビルスーツなので、過去の動画をご覧ください。解説していないのは、陸戦強襲型ガンタンクくらいよね。そうだな。陸戦強襲型ガンタンクも立体化したら、解説予定なのでゆっくりまったりお待ちください。あとは復讐のレクイエムシーズン2とかが、配信されたら追加解説って感じよね。そうだぜ。その辺は、今後の展開次第だな。なるほど。今後も楽しみね。では、今回はここまで。また次回会おうぜ。また次回お会いしましょう。